今回はセリエで買ったスライド消しゴム、これをソーイングに便利に使う方法を紹介します。別にこれじゃなくても良いのですが、消しゴムを見に行くとこちらの可愛らしいスライド消しゴムがあるので、こちらを買ってみました。使い方は糸くず取りです。例えばこのように縫ったところをやり直したいとき、リッパーやこちらは魔法の糸切りカッターです。ほどきます。このように残った糸くずを取るときに使います。手だと取れにくいですが、両面を消しゴムでさっと撫でるようにするときれいに取れます。ちょっと残ったところは先を使って引き出すときれいに取れます。こちらのリッパーと同じような働きです。リッパーで取った後、このゴムの先でこのように払うときれいに取れるというものです。家にある消しゴムで簡単に代用できます。魔法の糸切りカッターについては以前の動画で紹介したので、この後にもつけておきます。薄い生地などには生地を傷めることがありますが、今使ったオックス生地や接着芯を貼ったものにはとても便利です。私はよく作品をたくさん試作するのですが、その時にとても重宝しています。今回はこちらの魔法の糸切りカッターを紹介します。先日コメント欄で教えていただいた商品でとても便利そうだったので購入してみました。糸をほどくときに使うカッターです。先の方がギザギザになっていて、動かした時だけ糸が切れるそうです。こちらのように両サイドを縫ったものをほどく方法を紹介します。端からほどいてもいいのですが、真ん中からほどいた方がほどきやすかったです。まず間にカッターを入れて真ん中あたりを押すようにすると糸が取れます。そこから外側に向かって取って真ん中から下まで取ります。このように取れます。反対側も同じように真ん中を少しなぞるようにすると取れるので、そこから縫い目を開きます。簡単に取ることができます。リッパーのように外側に刃が見えていないので安心して切ることができます。このように端縫いしたところをほどくときも簡単です。開いて段差をつけます。上が高くなるようにしてこの間をすくうようにするときれいに取れます。刃を横に置いてこのようにほどけます。端の方はちょっと難しいので方向を変えて同じようになぞるようにするとほどけます。この細かい糸を取る方法ですが、この細かい糸が出てる方と反対側の糸をまず取ります。そしてコロコロなどで取るときれいにできます。長い糸を取ってからコロコロを使うときれいにできます。少し残る糸が
ありますが、表と裏から取ると綺麗に取れます。この端糸は指サックでも結構綺麗に取れます。このようになぞるようにして表と裏からすくうと糸が綺麗に取れます。少し高価な手芸用品ですが、あると便利です。